皆さん、こんにちは。ゆうあみです。今回も前回に引き続き、能楽のルーツをたどる動画だよ。前回の動画では、1400年前の飛鳥時代に祈りとして、能のルーツとなる曲が生まれたこと、奈良時代に大陸からやってきた山岳が、すでにあった芸能と融合して、様々な芸能が生まれた話をしたよね。山岳のうち、モノマネ芸を起源とする猿楽は、後に能に、滑稽芸は、狂言や笑いを扱う演芸に、奇術は、近世初期に一手妻となり、人形を使った諸芸は傀儡となり、やがて人形浄瑠璃文楽へ。山岳の影響は、とても大きなものだったことがわかるね。その一つである、猿楽が、後の能楽となっていくよ。では、その変化の過程はどういうものだったのか一緒に見ていこうね。ぜひ最後まで見ていってね。よ平安時代、猿楽は余興として神楽の宮廷に、民間では寺社に隷属してモノマネ芸や滑稽の芸を中心としていたよ。しかも、即興で演じられたんだって。即興ということは台本もなかったみたいで、ざっくりしたあらすじをアドリブで演じていたようだよ。ドキドキするね。台本は、平安末期にはできてきたみたいだよ。これを、初期の猿楽とするなら、少なくとも、鎌倉時代には、それとは異なる芸能の猿楽が出現したよ。以前と違う芸能の猿楽、それは現行の翁に相当する翁猿楽と言われるものだよ。翁は能にして能にあらずと言われる能楽では今でもとても大事にされている曲で、歌舞劇ではなく神事とされる特別なものなの。翁猿楽って何？ということなんだけど、ここで飛鳥時代に馬雇う聖徳太子が能楽の始祖とされる旗の川勝に作らせた66番モノマネが日の目を見るよ。この66番モノマネはその子孫によって約300年粛々と受け継がれていたの。世阿弥曰く10世紀頃、当時の村上天皇が馬雇うが記した猿楽延年の木を目にすることでこの存在を知り、作者である畑野川勝の子孫、畑野氏康に猿楽を務めさせ、祝福を祈願したというよ。ただ、一の動画でも解説した通り、66曲の超大作で、1日でやるにはとても長すぎるので、そこから3曲を代表曲としてチョイスさせたの。それが現代でいうところの直3番翁なんだよ。そして、この翁が取り入れられた猿楽は翁猿楽と呼ばれたよ。66曲からチョイスされた3曲は、土の城、翁、三馬荘という演目で、古くはその3曲のうち1、2曲目は聖職者である朱子が演じていて、三馬荘は3番目の演目であり、朱子に代わって猿楽師が演じ、三番猿楽と呼ばれていたんだって。聖職者である朱子が演じていたものを代行するようになったみたい。なので、朱子猿楽とも呼ばれていたみたい。呪術的と言われると、なんだか、それはそれで気になるよね。では、一体、どんなことをしていたかというと、例えば、東大寺や興福寺なんかの大きなお寺は、毎年新しい年の太平を祈る、主正会、主入と呼ばれる言行があって、その時に、朱子が、月界、鎮断、鎮魔、除魔等の密教的な行法を受け持ったんだよ。その行法の動作は激しく、鈴を鳴らし、太刀を振り、足早に小刻みに走り回ったと言われているよ。
式3番で激しく鈴を鳴らし、足早に小刻みに走り回ると聞くと、夕亜美が思い出すのはあれしかないんだけど、沖縄を見たことあるみんなはどうかな？この呪術的な祝祷芸能が劇形態の能が生まれる前から猿楽が演じていた本来の芸の主体とも言われているよ。沖縄猿楽がまず趣旨として成立し、その後の猿楽の芸になったんだね。正文字って聞いたことあるかな？もともと朝廷の中司省陰陽寮に属した下級陰陽師の系譜を引いていて、家々の門に立って夜ごとと言われる祝詞の中でも祝賀の意味が強いものを唱えていた存在だよ。他に読経、曲舞、渡船、猿楽等の呪術的な芸能や予祝芸能を行っていたんだよ。中世、身分的には最下層とされ、戦死された芸能の民であったんだけど、言い換えれば、権力の外にいたアバンギャルドな人たち。今でいうアーティストやミュージシャン、占い師や大道芸人なんかが、もしかしたらイメージが近いかもしれないね。14から16世紀、寺に属し、あるいは民間に流れて、その活動が活発化するよ。奈良の興福寺では、五箇所、十座といった集団的居住地、正文字座が形成され、所属する職業芸人たちが、そこを拠点に置いて活動していたというよ。その配下には、猿楽も入っていたみたい。各地から来た彼ら芸人から、金銭を受け取り、巡業の手配を行ったとされているよ。なんだか、イベント会社みたいな感じかな？この正文字座の中でも、興福寺や春日大社、法隆寺で猿楽を行った座は、大和四座と言われ、現在の能楽の主流派の元となっているんだよ。で、かの有名な観阿弥、世阿弥は、龍崎座の所属だったんだよ。また、同時代、日吉大社、滋賀県大津には、上三座、下三座の近江猿楽があったんだけど、室町末期には衰退してしまったみたい。こうして見てみると、日本中に様々な芸能をやっていた人々がいて、その中でも人気や廃れがあったんだね。それで、南北朝から室町時代、能は、おおむね、猿楽能と田楽能の2種類で、猿楽能は、モノマネ中心、田楽能は、舞を中心にしていたみたい。田楽能ってつまり、田楽のことだよね。日本古来の芸能と山岳が結びついて、生まれた芸能の一つにもあったよね。教科書では、必ず、猿楽、田楽とセットで記述されているけれど、覚えているかな？なんでセットで表記されているのか、夕亜美も不思議だったんだけれど、猿楽と田楽は、お互いにライバルとして、ますますその芸を高め合っていくんだよ。さあ、2回目の動画はどうだったかな？この時期、いろいろな記録はあるものの、なかなか変遷を追うのが難しいところなんだけれど、まあ、数百年という期間、何があっても不思議はないよね。そして、次は、いよいよ、観阿弥、世阿弥が登場するよ。ところで、今、世阿弥が主役の漫画が連載されているの、知ってるかな？ワールドイズダンシングという漫画、モーニングで連載中だよ。これがなかなかに熱いの。能楽を知らなくても楽しめるので、ぜひ読んでみてね。では、次の動画も楽しみにしてね。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録を、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ゆうあみでした。またね。